2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー16。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。動画ナンバー7と8では後部座席側に 12V 電源を設けました。後部座席側は電源がないためです。今回の動画は後部2箇所に設けた電源の活用についての動画です。後部座席にはこのスイッチでオンオフできるシガーソケットを設けてあります。このロアーカバーの中には簡単なリレー回路を組んであります。回路設置の詳細はナンバー7、8動画をご視聴ください。リア側に電源があると季節に対応した対策が可能になります。これからほんの数例ですが動画でご紹介します。それでは動画をどうぞお楽しみください。後部座席用扇風機の設置。サーキュレーターを兼ねて冷房の補助に扇風機を取り付けてみました。製品は一応箱に入って届きますがクッション材はありません。中には本体と A4 の簡単な日本語説明書が1枚入っています。入っているものはこれだけでした。本当に梱包が簡素です。説明書です。注意事項、組み立てや操作方法が記載されています。台座を組み立てるとこのようになります。組み立てはネジ穴の位置を合わせて付属のビスをねじ込むだけです。接続口が八角形になっていて自然とビス穴が合うようになっています。この穴に合わせます。これだけで終了です。できました。羽が内側7枚、外側9枚の二重になっています。首振りは左右ですが角度を上下方向に変えることができます。クリップ式なのでバイザーに挟んで使うこともできます。動作チェック。エンジンを始動していることを想定してこの電圧で動作チェックします。シガーソケット経由で接続します。こうすることで動作電流を確認できます。弱で運転すると 0.88A 約 15W です。首振りにすると電流は 0.02A 約 0.3W 増加します。強と首振りで 1.42A 約 20W を示しました。風は相当強いです。口コミではファンを止めても首振りが止まらないと記載がありましたが改善されているようです。首振りはファンを止めると一緒に止まります。ご覧のようにスイッチはファンと首振りの2つです。手元操作スイッチです。基板裏側のパターンです。スイッチは2つとも2連ですが首振り用はシングルで使っています。パターンを頼りに回路図を描いてみるとこんな感じです。
ファンモータースイッチとシリーズに首振りスイッチがつながっています。シンプルでよく考えた回路だと思います。取り付け部の加工。車内の天井には室内灯がなく、7mm の穴に35ファイのファスナーをつけてあります。断熱材の穴は25ファイなのでちょうど隠れる大きさです。ファスナーはきつく止まっているのでリムーバーを使います。それでもなかなか外れませんでした。これを実践する方はファスナーが差し込んであるだけなのでチャンネルの方向でこじってください。この受けフレームは 25mm 幅のチャンネルが左右方向に入っています。2mm のアルミプレートで作った取り付け金具です。これを使います。金具の小サイズを示します。小穴は芯ずれしたアジャスト用です。取り付けビスは 5mm15L の低筒です。事前に取り付け可能か調査します。挟んでいる木片の詳細は10分42秒頃をご視聴ください。この取り付け穴に金具を取り付けます。こんな感じです。この状態で天井に固定します。もちろん金具を天井に先付けします。バインダーに挟んだ木片は支持ポールを垂直にするために必要です。取り付け可能なので次に進みます。穴の両サイドに 5mm のタップを作りました。 7mm のビスは手に入らないのとパネルの回転を防止するのに2点で固定するためです。切り先が滑って少し芯ずれしましたがパネルで調整します。プレートの取り付け。サイドパネルの天板にスコヤを当てながら天井に水糸を張ります。なんとなく糸を張っているようですが見えていない内部チャンネルの方向を出しています。扇風機を天井に固定するプレートです。角度調整用の長穴を作っています。ビス頭を水糸に合わせてチャンネル側のビスを固定します。これでほぼチャンネルと方向が揃いました。プレート固定用ビス長さは 15mm ですがトップ鉄板までは 25mm あります。この画像だけではプレートの角度ずれは分かりませんがこのくらいでよしとします。吊り金具の塗装。アルミやステンレスは塗装ができないのですが見えるところなのでプライマーして塗装します。とりあえずこれくらいで良いでしょう。次に木片も黒塗装しておきます。 14mm 厚の木片をクリップの幅でカットして2枚貼り合わせて作っています。くり抜き部にはロブナットが入ります。出来型の確認。塗装が終わりました。裏側は見えないので塗装していません。ビスは塗装前にテープで保護してあります。アジャスト用で一方を長穴にしてあります。こんな感じです。こちら側は見えるので塗装していますが見栄えが気になる方はファスナーに戻すのもありです。クリップとはこのロブナットで固定します。夏が過ぎたら扇風機を外しますが角度調整が大変なのでファスナーに戻さず金具のままにするためです。
外した30ファイのファスナーです。後で使うのでなくさないように大事にしまっておきます。資材が揃ったので実際に取り付ける前に再確認します。まず取り付けプレートです。取り付け穴の位置が中心にないのはロッドがクリップに偏ってついているからです。ロブナットは市販品そのままで使えます。このまま天井に取り付けてもロッドが垂直にならないので、この木片を挟みます。こちら側のロブナットをつけると干渉するので、その分を削ってあります。ロブナットを取り付けて収まりを確認します。この有事の溝です。木片を挟みます。うまく収まるようです。これでロッドが垂直になります。目立たぬよう黒く塗りました。ロッドが垂直にならないと見栄えもよくありません。高さは調整可能なので出来型で判断します。最終調整と試運転。塗装が終了した金具を取り付けます。作ったタップに閉じ込みます。完全に締め付ける前に水糸を張り直します。水糸を頼りに金具の角度を調整します。ビスを最後までねじ込むとタップは断熱材から5ミリ上がっているので、金具はしっかり固定されます。できました。続けて本体を取り付けます。右側がやりやすいのですが、先に左側から行います。そうしないと左側が作業しにくいのです。水糸を外します。バインダーで作業しにくいですが、なんとか取り付けます。左側のノブナットを取り付けます。右側です。両側を強く締め付けます。作った木片を取り付けます。これでロッドが垂直になりました。右側の水糸も撤去しました。プレートに塗装をしたのでファスナーに戻さず、冬場はこの状態で収めます。前述しましたが、これでも気になる方はファスナーに戻してください。リアハッチから動作を見てみましょう。ほぼ中央についているので、首を振ってもヘッドレストに当たりません。後部座席全体に風が届いています。運転席からの動作状況です。こちらからの方がロッドと挟んだ木片の状況がよくわかります。
サーキュレーターの役割もしますので、もう少し暑くなったらレポートしたいと思います。助手席からの動作状況です。配線が気になりますが、後で指示を考えます。運転席側からの動画とあまり変わらない気もしますが、最後までご覧ください。これで電流は 1.42A ですから、負荷としては小さいと思います。最後に後部座席からの動作状況です。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。